国際交流基金主催のジャパニーズフィルムフェスティバルオンラインをご覧の皆様、こんにちは。これより映画糸道の横浜聡子監督と主演の駒井蓮さんをお迎えしてお話を伺ってまいりたいと思います。どうぞお楽しみください。糸道、横浜聡子監督と主演の駒井蓮さんにお話を伺ってまいりたいと思います。横浜監督、駒井さん、どうぞよろしくお願いいたします。まず監督こちら脚本も書かれて、いらっしゃるわけですけれども、この原作のどういうところに惹かれてこの作品を映画にしたいと思われたのか、そこからお伺いできますか。はい、原作は越谷修先生の同名小説「糸道」という、小説だったんですけれども、青森という、東京からだいぶ700キロぐらい離れた地方都市が舞台の作品でして、私も青森出身なんですけれども、そうなんです。主人公の伊藤は高校生で、16歳という設定なんですけども、すごく内気で人見知りで人に心をまだ開かないっていう、それで自分との葛藤がすごくたくさんある子で、自分が青森で過ごした青春時代を糸に重ねてしまいましてやっぱりその糸のキャラクターというかに人物像に一番私は思い入れがあって、この物語を、映像化させていただければということで、すごくなんか読みながら原作を読みながら糸のイメージが頭の中で膨らんでいきました。なるほど、じゃあ監督の育たれた環境がもうすぐに自分の中でもイメージできて、映像化のイメージもとてもしやすかったというような感じですかね。はい、本当に文字から自動的になんかインスピレーションが湧いていく感じというか。なるほど。で今日駒井さんもいらっしゃってるわけですけれども、ヒロインのキャスティングは書かれてる時からもうすでにイメージされたのか、駒井さんがどのようにしてこの役に使われたのか、いきさつも教えていただけますか。はい、原作のヒロインのビジュアルなんですけども、非常に小柄で150センチに満たない身長で、その小柄な女の子が、三味線を力強く弾くっていうビジュアルが原作のキービジュアルのようなイメージだったんですけれども、どういう女優さんにやっていただくのがいいんだろうなっていうことはずっと考えていたんですけども、やっぱり津軽弁をまず喋れる人、地方の方言ですね、それを、ネイティブで喋れる役者さんをまず第一に探してみようということで、その時にもう駒井蓮さんは主演作品もあって、もちろん作品も拝見して、ただすごく身長も高いしどんな方かまだちゃんとわからないから、でも面白そうな子だから一回会ってみたいということで、もうかなり一番先に声掛けさせていただいて、糸という役があるんですけれども、駒井さんも多分まだ地方の方言から抜け出せてないと思うんですけども、どうですかこの役っていう感じでお話ししました。ちなみにその、津軽弁、青森弁というのはその日本の、北の地域で話されている、言葉なので、今ご覧の方で日本語勉強されている方がちょっと糸ちゃんのセリフが聞き取れないという方がいらっしゃっても、それは大丈夫です。東京の人もわからないので。さて駒井さん、この役のお話が来た時どのように思われたでしょう。私も青森出身なんですけど、原作を知ってたんですよ。本当小学校中学校の頃から知っていて、でその設定も自分の生まれ故郷ともうほぼ一緒だったので、なんか私がもし女優になったらこの役って私できるかもなって若干思ってたんですけどかなり思ってましたね。そう、でも役がやっぱり身長が低いので、身長私もう中学生の頃から大きかったからこれ無理だと思ってたら、まさか自分のところに来るとは思ってなくて、来たって感じでした。本当にびっくりしました。そうですか。ではその言葉はもう監督もそうですし、駒井さんも、もう方言指導はあまり必要なくすんなりと入れたわけですね。基礎はそうですね、方言の基礎はもうできているので、そこからプラスアルファどういうふうに
色付けしていくかっていう感じです。こうやっぱりどこまでネイティブにするのかとか、はいどこまでその普通の日本の方がうんこう分かるレベルにするのかっていう、こうレベル調整をずっとなるほどしてましたね。糸という役も駒井さんの年齢にある程度近いと思うんですけれども、どうでしょう、糸の性格を、内気な性格であったりとか、どのようにして糸に近づいていったかっていうのはありますか？そうですね、私もやっぱり自分の中高生の時はやっぱ思い出して、私はそのやっぱり高校生ぐらいのうちにもう芸能界のそのためにこう東京に出てきて過ごしているので、なんかやっぱり忘れちゃってる部分というか、やっぱり変わってしまってる部分はどうしてもあって、やっぱりこういうお仕事をさせていただく中での自分っていうものもやっぱりあるので、もともと青森で住んでいた、地方で住んでいた私ってどんな自分だったっけなっていうのをこう中学生の友達とこう久しぶりに連絡取ったりとか、なんかこう家族と話したりとか、昔の自分の写真見たりしながらどんな感じだったっけっていうのをすごい思い出しましたし、私はもうその糸っていう野球を考える時はもう横浜さん、もうイコール横浜さんだと思ってたので、監督のその佇まいというか、そういうものをすごいイメージしてましたね。なるほど、監督と駒井さんが合わさってできたのが糸ということですね。そういうことだったんですね。今知りました。この作品とてもたくさん要素があって、そのうちの一つが、メイド喫茶という場なんですが、メイド喫茶というのは日本というか、東京から発祥だと思うんですけれども、独特の文化を作り出している場であって、実在するわけですけれども、監督はそのメイド喫茶に対してどういうイメージをもともと抱いていらっしゃって、どのようなリサーチをされたかっていうのを教えていただけますか？私は女性なのであまりメイド喫茶に行かないっていうか、男性女性もはやあんまり関係ないんですけども、やっぱり私の最初のイメージは男性のお客様が多い場所というイメージがあって、そこに非常に魅力的な女の子たちがたくさんいて、お互いお客さんとメイドさんがその役割を演じ合って、ロールプレイングじゃないんだけど、サービスを提供し合って、会話をし合うって、コミュニケーションし合うっていう、そういうイメージだったんですけれども、実際メイドカフェに取材に行きまして、やっぱりメイドさんと一緒にもえもえキュンとかオムライスとかジュースに魔法をかけるんですけど、一緒に、それがやられたわけですね。やるんですよ。やらないと前に進めないんで、そこの場所でなんでしょう、そういう日常では絶対やらない動作とか言葉とかを体験することの面白さというか、やっぱり私もそこで何か壁一枚剥がれるっていうか、殻一枚破くことができるっていうか、なんかすごくそういう体験ができる場所でして、私は結構男性しか行かない場所っていう偏見じみた考えがあったんですけれども、実際のお客様にはお子さんもいるし、お年寄りもいるし、女性もいますし、年齢とか性別関係なくその場所でメイドさんとコミットするっていうことを、楽しむ場所なんだなっていうことを初めて気づきまして、映画でもそういうなんでしょうね、性別、本当に年齢という垣根をなくした場所っていうか、そういう心地いい場所として描けたらいいなとは思ってました。なるほど、確かに映画で客層が結構バラエティに富んでるんだなっていうのを見てても感じましたし、やっぱりお客さんとしては自分を解放するような経験ができるということなんですね。そうです。駒井さんはリサーチされましたか？私は行ってないんですよ。行ってなくて、ただその皆さんが行かれた動画を拝見して、この中ってこんな風になってるんだと思って、ただ私もそのもえもえキュンをやらなきゃいけなかったので、ちょっとその動画を見ながら、こういう世界があるんだなってちょっと初めて知りましたね。実際に東京だと秋葉原という街が有名なんですけれども、結構いろんな街にこういったメイド喫茶は本当にあるもんなんですか？
調べた限り全国にはぽつりぽつりとあるんですよ。うんもちろん秋葉原が一番数は多いんですけども、はいその中でもいろんなタイプのメイド喫茶があって、で青森、今回の舞台の青森に関して言うと、今現在は一軒もないんですよ。そうなんですね。そうなんです。10年ほど前は数件あったんですけれども、もう今10年経ってなくなってしまったようでして、残念ですね。そうなんです。なんかカルチャーとして育たなかったんだなっていう残念ですけど。でもこの映画もちろん糸の青春物語でもあるんですけれども、その夢を追っている漫画家の卵であったりとかシングルマザーで頑張ってる人とかが働いているメイド喫茶を舞台にすることで、ちょっと何ていうんですかね、人間参加というか女性応援というか、そういう側面も大きい映画だと思ったんですけれども、そこは監督は意図されたところでしたか？そうですね、自然に何でしょうね、やっぱり映画って生きてる人の話にしたいなとはすごく思って、生きてるっていうのはなんかアライブしてる人の話っていうか、生か死の話でいうと、伊藤はお母さんを亡くしていて、お母さんっていう存在の部分だけぽっかりと空いてしまってるんですけれども、原作ではそのお母さんを思い出して伊藤が涙を流すという描写がいくつかございまして、映画でやっぱりそのいない人の存在を描くっていうことが結構難しいというか、小説だと心理描写を文字で書くことができるので、気持ちを表現することができるんですけど、例えば伊藤がお母さんに対して抱いている気持ちっていうのを映像で表現するって非常に難しいので、ちょっとお母さんとは距離を置いて、伊藤をはじめ伊藤の周りで、生きている人々にスポットライトというか、そこをメインで描こうというふうにちょっと途中でシフトチェンジ、考え方を変えまして、一人一人が何でしょうね、生というものに、邁進している姿というか、生活している姿を、そこを、メインにというか大事に描こうと思いました。なるほど、確かにメイド喫茶の中では、なんか生命力みたいなものがみなぎっているエネルギーがありますものね。そうなんです。なんか生きなくてはならないというかですね、みんなそれぞれ事情を抱えてはいるんですけれども、やっぱ生きることを選択し続ける人々の話にしたいなと思って思いました。なるほど。駒井さんはそういった、お母さんいなくて、ちょっと三味線も封印して、でもメイド喫茶では明るい雰囲気があるみたいな中で、その役柄の気持ちのメリハリっていうんですかね、そのちょっと暗い時とでもちょっと明るい時とっていうような気持ちの演じ分けで苦労されたようなことはありますか？なんか演じ分けもそうなんですけど、やっぱりそこにはメイドカフェの人がいて、たくさんのその先輩とか店長とかがいるので、なんか私はポッとそこに入っていって、なんかその人たちと一緒にコミュニケーションを取ったり取らなかったりするっていうことの繰り返しだなって、意図って基本一人なんですけど、だから劇中もその一人で歩いてる時とか一人で、電車に乗ってるシーンがすごく多いんですよ。そうか。なんか逆に人とちゃんとダイレクトに関わってることの方がイレギュラーっていうか、なんかだから普段の一人でいる意図なんだけど、新しいその出会いに出会っていって、だから正直なんかやっぱり相手ありきというか、そういう感じだなとは思いますね。一人の状況を多く作ろうっていうのはもう監督のもうその通りの意図っていうことですかね。確かに今思い起こせば一人のシーン多いです。ほぼ一人でした。なるほどね。なんだろう。メイド喫茶のシーンが印象強いので、みんなに囲まれているイメージがありますけど、確かに結構一人なんですよね。みんなと一緒にいても一人になっちゃったりしますもんね。伊藤はところどころ。多分私自身もすごい一人の時間が昔から長かったっていうのがやっぱり大きい気がしますけども、レンさんは一人の時間どうなんですか？なんか最近はやっぱり誰かと一緒にいる時間の方がなんか意識的に増やそうと思ってるんですけど、でも一人の方が好きなタイプではあります。一人で作ったりとか、なんか考え事してる方が好きですね。
メイド喫茶のお客さん、はい、まあ、もちろんスタッフメイド喫茶のスタッフもそうですけれども、とても個性的で素晴らしい役者さんが揃っていて、その監督にはまずまあ、大人数の中での撮影はどのようなご苦労があったでしょうか、ということをお伺いできますか。そうですね、メイド喫茶でいうとやっぱりそのさっきレンさんだけメイドカフェに取材に行かなかったっていう状況になったんですけども、それはやっぱり役柄的に意図がメイド喫茶というものに初めて行くっていうことが劇中では起こるので、あえて撮影前も行ってもらわずに1人だけ行かずにいてもらって、他の3人は実際メイドにカフェに行っていただいて、お客さんとしての飲み食いしてもらって、取材がてら行ってもらったりしたんですけども、だからまあ、本当にメイドカフェの4人の疑似家族のような存在っていうか、あれはもう役者さんが作ってくださったっていうか、黒川芽衣さんが、まあ、4人の中ではお母さん的役割でそういう役だったんですけれども、実際の黒川さんもすごくリーダーシップ取ってくださる方ですぐに撮影1日2日目にはもうチームが出来上がってまして、私は別に何もせずにちょっと仲良くなりすぎなんじゃないかってこっちが心配してしまうぐらいすぐ溶け込んでましたね。だから意図ちょっとみんなと仲良くなりすぎっていうことを逆に私が注意してしまったぐらいの。小林さんいかがでしたか、皆さんとのご一緒したのは。そうですね、なんか私も、まあ、自分の役柄についてもこう悩むことももちろんあったんですけど、なんだろう、本当にメイドカフェのスタッフ、本当メイさんとかもう他のキャストの皆さんがすごいあったかいし、私が一人でいる必要はなくって、なんかちょっとこれ悩むんだよなって時も相談に乗ってくださったりとか、そういう風に私自身も支えられたし、まあ、意図もその他のスタッフの皆さんとこうなんか支えられてというか刺激されながらこう成長、していくので、なんか一緒に成長してるし、一緒にこういろんなものを受け取ってたなっていうふうに思いますね。お父さん役の豊川悦司さん、まあ、日本を代表する、素晴らしい俳優のお一人でいらっしゃいますけれども、豊川さんとの共演はいかがでしたか。最初はすごい緊張してでも現場でもなかなかお話ししなかったんですよ。まあ、意図とそのお父さん光一っていう役が、まあ、ちょっとこう思春期であんまりこうちゃんとまともに話さないみたいな、雰囲気があったので、現場でも本当に話さなくて本当に話さなくてまあどっちが意識してたのか分かんないんですけど、話さなかった、もう劇中でしか会話をほぼしてなかったので、すごいなんだろう、私が個人的にすごい好きなシーンがあって、一人で意図がこう萌え萌えキュンって練習してる時にこう入ってきて、こう背中をこう押してこう追い出すシーンがあるんですけど、なんかそういうお茶目な豊川さんのお茶目なところもなんかあったりして、こう芝居の中でそれを感じてはいたんですけど、直接は全然。そうなんですね。このお父さんと娘を実際にそんなに接触させないようにするっていうのは監督の意図だったんですか。全く私そこは考えてはおりませんでして多分豊川さんご自身もその方がいいだろうなってごく自然に思われて、そんなに会話されなかったのかなと想像しますけれども、ただおばあちゃん役の西川陽子さんとは非常に豊川さんすごくおしゃべりされていて、陽子さんはお芝居がほぼ初めての方でして。職業として女優さんではない方なんですけれども、とても魅力的な方で、誰にでもオープンで誰にでも優しいっていうすごい懐の深い方なんですけども、豊川さんと陽子さんすごく仲良くお話ししてて、いつも楽しそうだった。そうですね。私だけなんかのけものみたいな楽しそうだなと思ってました。でもそこがちょっと反抗期の役作りに役立ったかもしれませんよね。豊川さんはもう監督はイメージ通りのお父さん役の配役でしたか。イメージ通りと言っていいのか、イメージを超えてくださったっていうのが正しいとは思うんですけれども、やっぱり豊川さんって私が高校生の時からそのお芝居を
テレビや映画で拝見してて、豊川さんがこの光一役をやったらなんとなくこういう感じなのかなっていうのはもちろん想像はするんですけれども、実際、現場でじゃあ撮影やりましょうとなって芝居をしていただくときに、なんでしょう、考え方そういう考え方があるんですねっていうことを毎回提示してくださいまして、やっぱり私の貧弱な想像力じゃちょっと太刀打ちできないなっていうかそういう時も多々ありましたけれども、でも本当に楽しくて豊川さんのお芝居を、提案されるお芝居を見るのが、一ファンとしてというか、一視聴者としてというか観客として、はい、現場にいられました。なんかものすごく安定感というか安心感を与えてくださる俳優さんですね。はい、そしてやはり三味線についてお伺いしなければいけないんですけれども、この青森という地方に伝統的に伝わる三味線の文化があるということで、これは実際に練習されたでしょうか？そうですね、9ヶ月ぐらいから練習させていただいて、なんか本当はこの映画の撮影自体ももうちょっと早い時期だったんですけど、コロナウイルスの影響でちょっと延期になってしまって、なので結構早めに練習をしてたんですよ。早い段階から練習してて、でもすごい難しいって一言で言えないぐらい複雑で、なんか今までの楽器演奏で経験したことのない、私ピアノをやってたんですけど、もう全然違うんですよね。目が頼りにならないというか、全部音で指の位置とかを全部把握するし、楽譜自体もあんまりないので、参考の音楽を聴いて自分で起こさなきゃ、楽譜起こしをしなきゃいけない。だから本当に自分の耳との戦いというか耳がすごい研ぎ澄まされましたね、その期間は。もう一日結構時間をかけて練習されたんですか？結構行ってました。長い時だと本当8時間とかいた時もあるし、短くて全然今日うまく音が出ないなって時は早めにやめましたね。ちょっと無理だなと思って。なるほど。監督は伊藤駒井さんが三味線を弾ける姿を撮るっていうのが一つのクライマックスになるわけですよね。どのような思いで駒井さんの三味線の稽古を見守ってたんでしょう？もう神に祈るしかできない神というか、駒井蓮さんに祈るというか、本当に演奏に関しては私は楽器も全くやらないですし、音楽的素養も別にないですし、演出できることが何もないんですよ、正直情けない話なんですけども、こうなってほしいなっていう願望だけを持っていて、あとはもう駒井さんと三味線の先生との、コミュニケーションを今日はどういう話してどういうやり取りがあるんだろうっていうことをなんか影から見てたっていう、あとはもうその撮影始まったらもう駒井さんの努力してきた痕跡をもう私はそれを何としてでもすくい上げようということしか考えられないというか、それしかできることがないというか、撮影始まってからもやっぱり撮影終わった後に毎日練習してたりしてたので、休む時間もなかったと思うんですけど、本当に、血のにじむ努力というものをされてました。いやもう文字通り指から血がねにじんだのだろうなと思いますけどおばあちゃんとの演奏シーンについてどう教えていただけますか？西川さんは全然緊張してるように見えないんですけど、すごい本人は緊張してるって言うんですよ。で、今までは単独で弾いてたんですけど、やっぱり2人で呼吸を合わせなきゃいけないというのと、あとは流派がいろいろやっぱり三味線にもあって、西川さんの流派と私が教えていただいた師匠の流派が違っていたので、やっぱり音を聞いてるだけでも、なんか違う流派の人が弾いてんなみたいな感じが分かるぐらい全然違うんですよ、音の。なのでなんかそのタイミングも合わせなきゃいけないっていうのもあって、
2人で何回も弾いてました、あ、空き時間に。そうですか。でもすごい音鳴るので撮影中の空き時間にうるさい時もあってあすいませんみたいな感じの中でこう練習してたんですけど、もうなんか手を握りながらもう目線を合わせながら、本当に呼吸を合わせてというか、お互いにこう大丈夫だよってこういうのを伝え合いながら演奏してましたね。監督、撮影当日の様子を教えていただけますか。これもやっぱり亀に祈るにしかない本当に何もしてないんですけど、私西川さんも三味線歴、もう50年以上の方なんですけれども、本当にやっぱり緊張されるんですよね、三味線を弾くっていうことが、に対して、絶対慢心しないし、慣れた風にも弾かないしっていう。すごくまるで初心者のような佇まいでそこにいらっしゃって、この緊張感っていうものが私の方にも伝わってきて、蓮さんと陽子さんが醸し出す緊張感っていうか、ただその緊張感が逆に取りがいがあるというか、なんでしょうね、何が起こるか本当にこっちも分かんないかったっていうか、どういう演奏の奏で合いになるのかっていうのをやる直前までわからないスリルとワクワク感っていうのが、本当見てるだけで申し訳ないですけど、弾いてる方にとっちゃもう何がワクワクだよっていう感じだとは思うんですけども、始まったらもうお二人のリズムの呼吸が合っていく瞬間っていうか、そこに立ち会うことができて。やっぱりこれも観客として聞いていたっていう、絶対ちゃんと撮るぞっていうことだけを考えてました。何テイクか撮られたんですか、それとも一発だったんですか。基本一発撮りを何回かっていうか、テイクっていう感じじゃないですかね。カメラ位置を変えて。なるほどなるほど。あんまりやると疲れちゃいますね。なんか私がすごいそのシーンで印象に残っているのが、どのシーンでもなんですけど、やっぱり西川さんがその役としての前にその三味線の演奏者としてこう何十年もやってきた時間というか、そこであったその思いみたいな西川さん自身の人生とかなんか人間っていうものがすごい演奏を一緒にしてるだけですごいに感じられて、こっちにもそれに私が感動しちゃってなんだろう、熱い気持ちになりましたね。私なんか本当に三味線始めてちょっとだけど、こういうふうに三味線っていう楽器に対してこう思ってやってこられたんだなっていうのをすごい西川さんから感じて、貴重な経験だったなと。なるほど、素晴らしい。いや本当に素晴らしいクライマックスのシーンでした。もうですから監督から見て駒井さん、もう三味線は9ヶ月も特訓して、もうメイド喫茶にもチャレンジしなければいけないし、もちろんそのいくら自分の言葉とはいえ方言を使いながらのセリフ回しもしなきゃいけないという中で、監督から見て駒井さんはどういう女優だろうっていう、ちょっとお言葉いただけますか。駒井さんは若い頃からお芝居をされてるけど、先入観を本当に頭がいい方でいろんなことを、役についていろんなことをいっぱい考えた上で、現場に入るとそれを全部ポイってゴミ箱に捨ててまっさらな状態でカメラの前に立ってくれるっていう、本当にもう監督としてはこれ以上ありがたいことってないというか、やっぱり俳優さんってご自分の思っていることを提示する。で監督とその俳優のなんていうんでしょうね、意見のすり合わせっていうことを現場でやっていくわけなんですけども、駒井さんに関してはもう本当にね、いろんな話を撮影前にいっぱいしたんですけど、撮影じゃあ撮りますってなると、こうしてくださいって言うと、もうそれを全部吸収しようとしてくれるっていう、なんて素晴らしい方なんだって本当に思いました。尊敬しましたけど、そのあり方に。駒井さんから見て、監督はどのような存在、どのような演出家でいらっしゃいますか。私もそうだと思うんですけど、現場にいるその役者もそうだしスタッフさんもそうなんですけど、横浜さん
のその見てる世界をうん私たちも見たいんだっていう気持ちになるんですよね。だから私もこう演出をこう受けていて、これはどういうそのなんだろう辻褄というか、なんだろうってこう思う時もやっぱりあるんですけど、けどなんかその断片を何回もこうやっていったら結果として一つのその横浜さんが見てる世界にたどり着くんじゃないかっていうのをみんなすごくワクワクしながらやっていたし、だからこそなんだろうすごい楽しくて、他の役者さんと話し合いながら監督って今何考えてるんだろうっていうか、その何をこう見たいんだろう、何を見てるんだろうっていうのがいつもこう気になるというか、だからこそワクワクするし、みんなこう監督の背中を見てというか同じ目線にどうやったら立てるんだろうっていうことを常に考えてやってたのですごく楽しかったですね。はい、なんかその楽しさが本当にチームワークがいいんだなっていうのがとても伝わってくる作品でしたね。監督も時間も最後なんですけれども、非常に日本の懐かしい風景であったり、伝統文化が出てきたりとか、我々が見ても馴染みの深いでも遠い町の出来事であったり、する日本映画なわけですけれども、海外の人が見てこういうところに気づいてほしいなとか、こういうところ見てほしいなみたいなところがもしありましたら何か挙げていただけますか？はい、そうですね、地方都市が舞台ですし、三味線という海外の方にはなかなか見慣れない楽器が出てきたりもするんですけれども、家族のお話でもありますし、なんでしょうね、一人の人間が自分の力で一歩足を踏み出して前に進むっていう、すごく普遍的な物語なので、そこの部分に関してはどんな国の方がどこの国の方がご覧になっても全くわからないっていうことはなく、ご自身やご自身の家族を思い出したりとかご自身の人生と重ねて見ていただけるんじゃないかなというふうには思ってますので、はい、非常に普遍的な物語です。そうですね。はい、ありがとうございます。駒井さん、この作品をご覧になった人がもう一瞬にして駒井さんのファンになってしまうのはもう本当にそう思うんですけれども、新しくファンになられた視聴者の皆様に何か一言メッセージいただけますか？本当に糸道という映画がなんか私のあれなんですけど、私が今まで過ごしたその10代の時間と向き合う作品だったので、なんかそういう意味でこの作品を撮影する中でなんか私のその青森で過ごした時代っていうものもちょっと垣間見えざるを得ないというか感じなんですけど、もっともっといろんな人と出会って私自身も成長していけたらなっていうふうに思いますし、なんか人を楽しませられるようなっていうか人になっていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。岡間聡子監督、そして駒井玲さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。